こんにちは、株主です。今、大都会名古屋駅におります。リニアは一体いつになるのでしょうか。このビルは中部地方で一番高い247メートルを誇る高層ビルのミッドランドスクエアです。今回は愛知県春日井市に本社を構える焼肉チェーンの網焼亭を訪ねます。名古屋から JR 中央線でどこまでも広がる濃尾平野を眺めながらおよそ15分、勝川駅に到着しました。駅の外はこんな感じで新しめのマンションがたくさん建っています。街並みも綺麗です。春日井市はサボテンの町として知られていて、この子たちは公式キャラの春代、日丸、伊之助って名前みたいです。名前の頭文字をつなげると春日井になるってことですね。今回の目的地網焼亭の本社まではここから徒歩30分ほどです。ちなみに正面に見えるホテルプラザ勝川は網焼亭が株主総会をここでやっています。では網焼亭本社まで歩いて出発します。このフランテは山中の高級スーパーです。そろそろ網焼亭の本社に近づいてきましたが、特に何もありません。と思っていたら、僕が網焼亭株を買うきっかけとなった感動の肉と米の1号店が見えてきました。そこから徒歩数分、見えてきました網焼亭の本社です。今日は土曜日というのに駐車場は車でいっぱいです。金土日祝日はここでお肉の特売が行われていて、地元の人で大盛況です。ちょっと暑すぎる上に徒歩なので、さすがに中に入ってお肉を買うわけにもいかないので外観だけになります。そしてこの日は来店された方にかき氷無料サービスをやっておりました。網焼亭は1995年創業。現在は東証プレミアに上場していて、株価は1530円前後、PBR は 1.44 倍、配当利回りは 2.21%。飲食チェーンにしては配当はまずまずですね。株主優待は100株からお食事券がもらえます。外観はこんな感じです。とにかく車の出入りが激しいので、地元の人で大盛況なのがよくわかります。そして先ほどの道を戻って感動の肉と米をもう一度見てみます。この第1号店は2021年4月、ここ本社近くでオープン。税込み1000円でステーキやハンバーグを頼むと、炊きたてご飯と味噌汁、漬物などが食べ放題のお店です。
後で食べに来ようと思います。こちら国道19号線なんですが、外食チェーンがずらりと並ぶ激戦地となっております。これは喜楽本店という網焼き亭がやっている高級焼肉店です。前は漢字で喜楽でしたが、業態を変えて7月22日にオープンしたばかりです。僕としてはここは浅熊のようなハンバーグ屋さんの方が良かった気がしますが、どうなんでしょうか。お隣にはゲオがやっているセカンドストリートがあって、少し歩くと反対側には浜湯、さらに少し歩くと吉野家が出てきます。そしてその信号を渡ったところにあるのがこれですね、網焼き亭の本店となります。外観はこんな感じで、週末はいつも激混みの大きな焼肉屋さんです。デザートビュッフェもついてます。そしてそのすぐそばには王将、デニーズ、松屋で、こちらは春日井市役所です。人口30万人超えの名古屋のベッドタウンとなっております。市役所の目の前には刀剣があって、その横には自転車の朝日もあります。で、こちらが市役所正面です。市役所のすぐそばにはスパゲティの五右衛門があり、レクサスももちろんで、レクサスの向かいには、ガリバーがあります。そして右を向けば、スシロー、さらに進むと今大人気のステーキの浅熊、ブロンコビリーもそうだけど、サラダバーがあるお店がやっぱり強いよね。で、横綱ラーメンがあって、少し先には、見えてきました。しゃぶしゃぶ食べ放題のゆず庵です。物語コーポレーションですね。で、道路の反対側には KFC とマックハウスを売却した東京靴流通センター、そしてゆず庵のすぐお隣はドンキと、春日井を通る19号線には何でも揃っております。そのドンキの向かい側には
イーアス春日井というユニクロや無印からラウンドワン、西友からロフトまで入っている大型モールがあり、地元の人は週末はここで完結します。特に無印は日本最大の売り場面積らしいです。こんなに広い。これ全部無印です。フードコートも充実している上に、ラウンド1のクレーンゲームは世界最大級で約400台と日本でも3本指に入る規模だとか。一番ではないです。さて、春日井市の特徴として何がすごいかというと、公園がとても多い町であり、大きな公園としてはこの朝宮公園や落合公園など市民の憩いの場が点在しています。子育て世代に人気で、住むには快適な町としての評価は高いようです。朝宮公園は野球場はもちろん、陸上競技場まで揃っております。朝宮公園から落合公園まではこのふれあい緑道という林道でつながっていて、なぜか埴輪がたくさん。南の方に双子山古墳というのがあるのですが、どうやらそこと関連があるようです。埴輪はもちろんレプリカです。はい、落合公園にやってきました。こちらも大きな公園ですが、今日は酷暑でさすがに人が出ていません。普段の週末はピクニックしたりと結構な人で賑わっております。春日井市ということで春日井駅にも来てみました。春日井市の人口は30万人以上なんですけど、その割には駅周辺は飲食店も少なく静かです。夜のお店は少なめです。春日井市の産業面では王子製紙春日井工場が大きな存在です。市内の全小中学校にエアコンを寄贈するなど地域貢献にも積極的です。王子製紙の敷地が広すぎて全体像が取れなかったのですが、春日井市王子町となっているぐらいです。さて本日のメインイベント、やってきました。網焼き亭の新業態である感動の肉と米。ハンバーグが950円から。店内に入るとまず目に飛び込んでくるのは券売機です。ラーメン屋さんのように先に食べたいメニューを選んでチケットを買うスタイルです。今は午後2時半とあってちょうどピークを過ぎているので、店内は少し落ち着いている感じですが、
それでもまだお客さんはたくさんいます。これがお昼時や夕方になると外まで行列ができております。今日は牛しぐれ、野沢菜、キムチ、わかめナムル、そしてご飯が食べ放題となっております。ご飯もボタンを押すだけで自動で出てきます。僕が選んだのはニンニク味噌バターチキン、税込み950円。ニンニクの香りにまろやかなバターのコク、お肉はもちろん柔らかくてご飯が進む味付けです。卵は前まで1人1個無料だったのですが、今は30円となっております。やはり物価高の影響でしょうかね。それでもまだこれだけ食べれて1000円以下っていうのは安いですよね。惣菜もご飯もおかわり自由です。卵かけご飯にしたり、さらにキムチを加えたりとご飯が何杯でも食べれちゃいます。店内はシンプルで清潔感もあり、壁や照明も肉と米を主役に引き立てるような落ち着いたデザインとなっております。春日井市の印象は、特に観光やインバウンド需要はほとんど縁がないのですが、名古屋市に近く交通の便も良く、公園も多くて子育て世帯に人気の街って印象を持ちました。住むには快適な街ではないでしょうか。そして網焼亭も地域に根ざしながら全国も目指している、これからの成長が楽しみな企業の一つです。ごちそうさまでした。よかったらいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。